こんにちは。迷惑系盆栽 YouTuber のよろぜんです。迷惑系。迷惑系です。とりあえずね。今日はカエデのね、秋の手入れ、ずいぶん葉っぱが落ちて、もう超最高の適期だなと思われます。ね、いい状態です。こういうのも葉っぱをまず一枚一枚、残りの葉っぱを取ってきます。はい。昨日水やんなかった。今朝ゆで歩いたみたい。あと朝釣りがずいぶん。でももう水お願いします。ね、これをやってやることによって1年夏場どういう手入れしてこの木がこうなったなっていうのは再確認して、良くなったななんていうのをお客さんが楽しめる一番臓器では盆栽の中じゃ楽しい時期だと思うね。やっぱりやってこなきゃやってこないなりのね、結果が出てくるし、やってればそのいい結果を一番見れる。頑張った甲斐があったなとか、頑張んなくてもいいんだな。ちゃんと適した手入れをしたなっていう確認、またその上去年よりもこのくらい良くなったなっていうことも確認できます。よくできたなっていうのは枝が細く。そうですね。胴吹き懐の芽をある程度先端部まで持ってきたい。基本的に懐から枝分かれさせて先端の輪郭まで持ってきたいわけですよね。だから懐にずっとその芽があるとそれは光合成できなくて枯れてっちゃうわけですよ。はい、一旦その懐から吹いた枝を表面まで持ってくると、はい、そうすることによってその枝っていうのは枯れないんだよね。全て僕の見解ですから。はい。正しいかどうかは保証しかねるんで。ただよろぜんこれやっててあんまり損してないんで、そこはその実績はありますけどね。はい。そうですよね。なんかビヨーンと伸びた枝がないとか。これね、うちで夏手入れしちゃったから、はい、面白くないんだよね、動画的にはね。太っちゃった枝がない。そういうのないね。そういう木はね途中から仕入れしてきてあるんだけど、それね切り込むとねズタズタになっちゃって、俺見ててもイライラするから、なるだけねそれは僕じゃない人がうちではやってくれてます。僕より精度の高い仕事をしたいだけなんで。やっぱその、太っちゃった枝っていうのは、抜きますよ。これでも多分太った枝あると思います。でもわずかに抜いてってアプローチをかける。手取っちゃダメだよね。左手置いとこう。触るだけでも取れちゃうやつはね、触るだけでも取っちゃっていいんですけどね。いかに残った芽にダメージを与えないか。はい。残ってる方にダメージを与えちゃいけないんでね。もう切り飛ばしちゃった方にはいくらダメージ与えてもいいんだけど。危ねえ。左手が出ちゃう、左手が。枝が細かいから、葉っぱも多いですよね。そうだね。でまたカエデでももういろんな木でも言えることなんだけど、葉鞘っていうのはねあるよね。はい。葉鞘がいいと何にもしなくてもよくなるって言うけど、そこまでの葉鞘が果たしてお客さんの手元に届くかどうかはまた微妙だね。そんなに葉鞘の木ばっかりないと世の中には。だから基本的には葉鞘が良くない木も良くなれるようなアプローチをかけてくる。そうですね。この木葉鞘良くて何にもしなくてもよくなんだよって木に巡り合えたらそれはそれでよかったけどね。なかなかそういう木はない。この木はどうですか？普通。そうですよね。すごい葉っぱちっちゃいわけじゃないですよね。すごい葉っぱ小さくないけど、すごい葉っぱ小さいのに勝ちにいく。はい、枝細かいですもんね。そう。だからそれは強制的に葉っぱのサイズ変えたり、これ最後ね、秋から芽が吹いてきてるから葉っぱの形してるんですよ。
で秋から夏場は葉っぱの形してないから、ああ、はぎりして、この中でも残ってるかな。もう秋、まあ、こんな葉っぱだね。こんな葉っぱはぎりしたんですね。その後にこのちゃんとした葉っぱっていうのはこれ多分8月の半ばから吹いてきてる葉っぱですね。へえ。8月の半ばから逃がしたんで、はぎりとかああいうのもずっとやっててもまあやれないこともないんですけど、いかに例えば6月にはこの手入れをして、7月にはこの手入れをして、8月にはこの手入れをして、9月にはこの手入れをするっていうのを計算すべきですよね。9月と6月が同じ手入れじゃおかしいよね。なるほど。だからその間成長期の残りの成長期はどのくらいあるのかなとか、そういうの考えながら、だから春からそれこそ葉刈りもしないでずっと持ってりゃ枝太っちゃうわけですね。カエデの手入れで一番気をつけたいのは枝を太らせないこと。もみじなんかだと枝太んなくて済むんですけど、カエデは枝太ると最悪だからね。簡単にできて、たまにねお客さんとか言って、この木よくできたでしょうって見せられて見ててがっかりっていうのはいっぱいあるけどね。残念って枝太っちゃってんじゃんってまあそのセンサーも重要だよね。じゃあこの木は8月からは葉切りはせず、掘ってあるね。肥料もやってます。その後ね、肥料もやってあるけど掘ってありますね。春の肥料はどうしてるんですか？春もやってます。もううちね、葉っぱがあれば光合成するから、ずっと肥料を食うのよ。だから葉刈りっていうのも少し古の手入れのね、葉刈りっていうのはあれ葉刈りの期間中は光合成してないから養分吸わないよね。丸坊主にはしないってことですね。丸坊主にすると病気のリスクや、芽を新たに吹かなきゃいけないっていうかなりリスキーだよね。まあカエデは強いからいいのかもしれないけど、じゃあこれで一回葉っぱ取ったんで写真撮ってみましょう。カエデのね粘り、今日濡れてるから分かんないけどすごい粘りしてる、ね、鉢の中にですね。なんでこんな深い鉢入ってる？確かに。なんだ普通この座を生かすんであれば薄い鉢入ってる。でもちろんこれ薄い鉢に入ります。こんだけの粘りあって下に太い根っこがガーンって出てることはほぼない。でこう座があって多分下には根っこないよね、真ん中にはね。そういう風になってるのになんでこんだけ深い鉢？目的は根の量と枝の量っていうのは比例する。根の量が少なければ枝もできない。枝がだからさっきこんな多分2センチぐらいの2、3センチの鉢に割ってその方がかっこよく見えるし、いいんだけど、車でいうとこの 1000cc のエンジン積んでると。でこれ入れることで5000cc ぐらいのパワーになる。パワーがもう全然この深い鉢に入れることによって違うんだよね。で横に張る根っこっていう、横に張る根っこね、粘り作る、あれは木を支える根っこなんだよね。倒れないように。まっすぐな根っこだけだと倒れちゃうでしょ。横に根っこあることによって倒れなくなるんだよね。で下に行く根っこって何のためなの？直根は力が強い。なんで？生きるため。そう、水を吸い込むため。水が深いところにあるから直根が下に向くんだね。だからこれなんかだとこの横に張る根っこから今度下に降りてくる。横から鉢の底にある。本当は支える根っこなんだけど、それが盆栽の場合下を降りてくるんだね。だ下を降りられないと支える根っこだけになっちゃうんだね。だからそれもあるからパワーが乗らない。浅い鉢でやってると。100% じゃないけどね、今の盆栽っていうのはなるだけ過剰に枝数があるっていうのが良しとされてるんで、
うん、こうわびさびのこんだけ枝少なくても古くて風情があるよねっていうのを評価しきれてないんで、そっちの方に手入れがいかないよね。やっぱり過剰に枝を作っていく。それがいいか悪いかは今の判断は良しとされてるけど、10年後20年後に悪い判断になってるかもしれない。そのために深いので、そうですね。だんだん薄くはしていくんですか？薄くはすぐなるからしようと思ったら。だから展示会なんかには薄い鉢でいける。その使おうと思った前の年に植え替える。いやいや、もう秋でいいよね。そうですか。展示会は冬なんで。今の時期でもこんなスパーンっていくんですか？だから春まで保護しておく。大丈夫なんだ。だから加温してる。加温してる。そういう加温のハウスがある。環境を用意してる。ちゃんと行動には理由があるから。でも一般の方は加温するハウスとかはないから、前の年に徐々にそれでもいいよね。でもその1年もう身動きしないといけない。根っこ減りすぎて。その春に植え替えた年は、じーっとしてるよ多分。動きが鈍るというか。かなり鈍るね。これなんかでも植え替える時は下の根っこ全部バーって切って、もう本当に薄い鉢入るように根は取るわけですよ。こういう深い鉢入れる時もね。はい。だから1年間おとなしいよね。やっぱりこれがパワー上げてくるのは2年目3年目。これ多分今年だからそんなにパワー上げた思ったようにパワー上がってない。深鉢入れる時も、底根は結構切ってる。もちろんきれいに切る。じゃないとそこに太い根っこできちゃって浅い鉢に割らなくなっちゃうから。枝も暴れちゃうし。暴れちゃうし。枝暴れるのは手入れが悪いけど。夏の手入れが。すいません。で二股っていう雑木の作り方、基本的に。であとこの領域に入ってくると先端二股いらないよね。でこの輪郭ラインがもう持ち上がってふわっとしてる輪郭なんで、そこから枝分かれいらないんです。そうするとでかくなっちゃう。先端で2目残しちゃうと。で先端目部分では1目にして、懐からここでは枝分かれを狙うなっていう目は取っとく。そっかそっか。でまずこういうところなんか取っていきましょうね。片方これね、もみじとカエデのね切り方でさ、斜めに切るのよ。そうすると片方の成長点殺すんだよね。私入んないぐらいの。入ってもいいじゃん別に。これなんかは使うからよしとして、こっちに戻る。これなんかとこっちに戻っちゃうね、芽がね。そうすると戻る芽は排除する。でこれなんかとこっちに戻るとおかしいから排除。こっちに持ってきすぎないように。もうそう、こっちだとだって内側に入ってきちゃうじゃん。流れ放射状に外側に広がった方が美しく見えるから、そうすると内側にその角度が出ちゃう芽だとよろしくない。でここもごついから片方飛ばす。ね、ごつさがなくなった。でここでの先端部での枝分かれは狙わないんで片方飛ばす。先端部。でこれなんかもここでの枝分かれはいらないかなっていう。でこういう懐から枝分かれしてほしいんだよね。でここも三つ股以上で枝がある。結構抜くぜ。これも下のここで切るって手もあるけど、今回の選択肢は下を抜こう。でここで上どうする？ここの角度が違う芽を斜めに切ることによってこっちの成長点を全部殺す。こっちに来る成長点をね、芽を
芽がこう真横に切るとこっちにもこっちにも枝が出るんだけど、こう斜めに切って片方を殺すことによってこっちにはもう芽が出ないんだよね。わあ。分かった？インチキ臭いでしょ。嘘って本当のことって思わない？もう一回斜めに切るの場所を。もう今ない。はい、そんなにね、今も斜めに切ってるでしょ。カエデってね、斜めに結構切るんだよ。ここ、これ、これ、こことこっちに引っ張って、この股で上に行っても嫌だから、ここは斜めに切る。そうすると今ここで吹くことはできないわけだ。この切っちゃったから、はい、成長点を潰してるわけだ、片方の。はい、そうするとこっち下か脇にしか出ない。そうすると上に出ることないから。へえ。分かった？での懐の方から枝分かれさせるんで、今こっちの先端部は落として、これも三つ股になって123あって、どこ残そうかなって先端部でこうで懐からの枝分かれを狙うんでこっちを切る。これごついなと思ったらごついやつは切るね。で同じところの芽も切る。いらない箇所で、これなんかでも片方の芽を飛ばして、ここでは枝分かれは狙わない。こっちの言うことを相手にお知らせしてるわけですね。木の方にね、こうなってほしいよっていうこと。こうなってほしいよってイメージがないと、そういう仕事はできないんだよね。まずこうなってねっていうイメージが、柔らかくなってねとか、ごつね、枝分かれは懐からしてねとか、ここに3個あってこうだから、悩ましいね。でサイズ感を見て、じゃあここでいっちゃえとね、ここで2股。はい。結構一回りぐらい小さくする。しない。そうでもないですか。ただ柔らかく見える。不思議と。そっか。こんだけ角度がついた枝っていうのは、よくさ真ん中切っちゃってさ、両サイド残すような感じじゃん。はい。あれもどうかなと思うよね。真ん中と端っこだったらもっと枝分かれの角度がカエル股になって沿うようになるじゃん。カエル股の枝っていうのはダメなんだよね。沿ってから離れないと美しく見えない。確かに。長いとこは切っちゃったりで、こっちでここに枝が出てくるのは嫌だよねって思ったら切っ